ミラーがあるということは一応車でも行けるよってことでだよね。これ狭くね？あんまね今まで見たことないタイプの景色。この椅子とテーブルもあるわ。当時の南蛮人こういう風に見られてたの。ジュラシックパークみたいな街が見えてきた。いただきます。運転頑張った甲斐があるわ。あ、君もお昼ご飯の時間か。ここから島原市でございます。すごいなんか不思議な感覚になるわ。想像以上に首にくるわ。なんだろう、あそこのさ場所がある。いやー、寝起きですぐ海が見れるっていいね。おはようございます。私は今長崎県雲仙市に来ております。そして本日観光するのは島原市でございます。ということで早速今雲仙の、西側、西海岸エリアっていうんですかね、小浜にいるんですけど、ここ小浜から一気に南下していって、最南端エリアに向かいます。南島原からの島原を観光するというスケジュールでございます。日本全国の旅行動画を配信中。チャンネル登録と高評価お願いします。ということで、ただいま251号を南下しております。昨日の朝は長崎市街出発だったんでとんでもない交通量で運転も怖かったですけど、今日は小浜出発なので、ご覧の通りスイスイでございます。南端エリアまでもうずっとこれをまっすぐ進むだけなので運転が楽なのと、海沿いを走っていくので、ドライブ中の眺めもいいんじゃないでしょうかね。途中になんか良さそうな場所があれば寄り道しながら行こうかなと。北海、道も程よく道も空いててだいぶ快適。なんかナビだとこっから20キロで40分くらいかかるって書いてあるんですけど、この交通量だったらなんかすぐ着きそうだけどね。結構あれですね、海沿いキワキワの道がずっと続くのかな。めっちゃいい眺め。ここめっちゃ眺めいい。コンビニあるかな。ちょっとしばらくなさそうだなコンビニ。なんか書いてある。山間部路面凍結の恐れ、通行注意。昨日ね雲仙ロープウェイ乗って山頂エリアとか行ったんですけど、確かに寒かったな。お、これはなんだ、南串山店肉よし。コンビニないかな。なんかありそうだよね。郵便局これあるんじゃないか。郵便局、銀行、なんか次の信号の交差点らへんにありそうな気がするんだけどね。からのずーっと海沿いかと思ったら一旦なんかあれだね、山を越える感じだね。コンビニないね。いや、朝ホテルの前のセブンで買っとけばよかったな。しばらくコンビニがなさそうですねこれは。からの奥には美しい素晴らしい田園風景からの奥には海が広がっております。これ右側とかさめっちゃすごいわ。地形が独特というか、なんか切り開き方が独特というか、なんていうんだろう、なんかすごい栄え方だね。海沿い出ました。ちょっと塀で見えないけど、交通量はあるっちゃあるけど、もうめっちゃずっとスイスイ進んでます。そして、雲仙市から南島原市に入りました。人生初エリアで、目的地まではあと11キロでございます。なんかビュースポット的なやつ発見した。なんか北海道のさ積丹の海沿い走ってる時のビュースポットに似てるわ。まだ見えないねこっから。なんかめっちゃ独特な形の岩があったんだよね今。ただここは車止める場所がないので一瞬でスルーしてしまった。ここに止めてみるんだ。ここに止めて歩いていく人もいるのかな。なんかあるっぽいね。これは、里広場。トイレとかがあるって感じか。そしてなんか右側にでもカメラに映んないか、なんか海の上に雲みたいになってて、すごいなんかめっちゃ幻想的だったけど、なんかめっちゃ低い位置に雲があるみたいな。そしてなんか街に入ったのかな。この交差点は野田。南島原市に入ってからまだコンビニに遭遇していません。251号沿い。ただこの街が出てきてそろそろねありそうなんだけどね。なんかまた雰囲気が変わったね。すごいなんかビーチがある。ちょっとずつ日も昇ってきて日に照らされていい感じになってきましたね。ついにコンビニ、ファミリーマート。コンビニがあるとしたらローソンかなと思ったらファミリーマート。なんていうのこれ、せずめ崎。
これは道が合っているのかどうか。ということで本日最初の目的地まであと 700m でございます。ミラーがあるということは一応車でも行けるよってことでだよね。これ狭くね？おお、やばいぞこれ。今の場所だけだった。これは車でもミラーがあるってことは大丈夫だよね。やばいぞこれ。農道みたいな。眺めはめっちゃいいけど、これもう車対向車来たらどうすんだろう。これどっちかが畑に突っ込むしかない。すごい道だね。400m 先にビュースポットがあるらしいんですが、これは大丈夫か？これこの道で合っているのかどうか。これはねちょっとバイクじゃないと怖いね。でも一応こことかで離合はできるのか。これ大丈夫？これちょっと怖いな。でも車1台でもちょっとギリだったね今。あった、展望台発見。かわいい展望台があった。すごい。あんまね今まで見たことないタイプの景色。この広がり方、畑と海。でここに奥まで来ると、今通ってきた道はとんでもない狭さだったんですけど、ここまで来ると道は開けてますね。でこれは駐車場はないんですかね。駐車場、これ駐車場？これ駐車場じゃない？下。うわこれ怖いね。これねミニバンとかだとやばいかもね。ヤリスでギリですね。到着。これを登ってくのかな。南島原の最南端エリアかな。多分最南端エリアなはず。すごい独特な景色です。でこの下に降りてきたらね車止める場所あるんですけど、こっちに展望台があるんですよ。記念撮影とかは多分こっちですね。後ほどこっちも登りますが、ここ来るまでのね道がやばかったね。めっちゃ狭かった。でも朝早い時間帯だったら大丈夫かなっていう素晴らしい海の景色。まっすぐ続く道と畑とで奥に海が広がってて、そこのロケーションがめちゃくちゃ良かったね。一応こっち側から来ることもできるのか。でも狭いね道は。南島原の最南端でこの対岸にあるのがこれ天草か。この前観光した天草が奥に見えるエリアですね。こうやって見ると結構近いね。昔はここをつなぐ橋を作んないみたいなあったらしいんですけど、何キロくらい離れてんだろうこれ。九州オルレ南島原コース瀬詰崎灯台で、ここはまだいいんだけどね、この先がマジで狭いんだよね。いやーすごい場所にやってきてしまいました。朝から。ここはちょうどね下り坂になってて、両サイドに畑があって、で奥に灯台と海が広がってるんで、ものがすごいね。ちょっと途中の道はねためらう細さはありますが、平日の朝一だったら大丈夫でしょう。一応タイヤの跡あるな。ここに車2台か3台は止められなくはないな。止めようと思えばいけるって感じですね。すごい。これが展望台。幸せの鐘がある。じゃあここは恋人の聖地なんかな。このハートとハートの奥に灯台がある。すごい。ここに椅子とテーブルもあるわ。いやいい景色だね。いや絶景、なかなかの絶景です。すごいね。この畑と海のコラボがいいね。360度はこんな感じです。いやすごい。この畑からの海からの灯台、いやいいねこの雰囲気が。すいません、農作業の邪魔してすいません。
でもすごいな、初めて見た。ここで遭遇はしたくないね。うおー、まあヤリスとかソリオとか、まあ、ちっちゃい車がいいですね。あ、すごい、漁港とアコウ、アコウ群落、すごい、確かになかなかいい感じのフォトスポットなんじゃないですか。すごい。すごい、ここの独特な生え方してますね。横長にアコウ群落。この辺りに見られる大きな木はアコウです。海流が運んだ種子が自然に根付いたものもありますが、強風や高潮から家屋を守るために人為的に植えられたものもあります。ここにありますね、看板。アコウ群落、天然記念物アコウ群落。アニメの聖地なんだ。邪神ちゃんドロップキックってなんだろう。からの、この近くにですね、フェリーターミナルがあって、そこからイルカウォッチングの船が出てるんですけど、一旦フェリーターミナル見てみようかね。ただいま朝の8時半。この辺はね、この通りに飲食店がちらほらありますね。今朝8時半だからね、絶妙な時間ですよね。フェリーターミナルやってきました。でこれ左行っちゃうとフェリー乗り場でイルカウォッチングと一般駐車場はこれぐるっと回ってこっちか。イルカウォッチングの一番最初1便が確か10時からなんですよね。で20分前までに受付してくださいねみたいなのが書いてあったんですよ、ホームページに。だからまあ全然まだ1時間以上あるんですけど、とりあえずちょっとフェリーターミナルがどんな感じか見てみますかね。南島原市鴻津口の津。そうか、こっから天草に行けるって考えたら、天草と島原で、2泊3日で観光とかもめっちゃ良さそう。まだ朝の9時前だったんですけど、受付開始されておりました。早速購入。チケットは大人1人3000円でございます。所要時間は1時間から1時間半くらいで、この辺りのエリアを回るそうです。ここが船乗り場です。口の津港というそうですね。でイルカウォッチングの船が多分これかな。で寒いかなと思ったんですけど、船の中で待機することもできるとのことで、せっかくここまで来たんでね、イルカウォッチングに参加します。でまだね時間があるんですよ。10時からで、集合が10分前かな。10分前にこの辺に集合だそうで、まだ1時間くらいあるので、ちょっとこの辺をまたブラブラ移動しますかね。口の津、ウェルカムトゥ口の津、ラブ&ピース。ここだけ見るとちょっとね、南国感ある雰囲気なんですけどね、ちょっと寒いんですよね今日。ということでイルカウォッチングまでちょっと時間があるので、この辺ブラブラドライブします。で朝早くからねやってるカステラ屋さんがあるんで、ちょっと寄ってみます。もう着いた、秒で着いたやばい、船長、これGoogle マップでそこなんとか船長とかだったな。でこれがカステラ屋さんやってる。ちょっと寄ってみますかね。南蛮船来航の地口の津。1567年口の津港に南蛮船が入港しました。この像は当時の南蛮人をイメージしたものです。当時の南蛮人、こういう風に見られてたの。ということでいざ入店。お店の中にカフェも併設されてたんですけど、この時間はまだやってなかったですね。ということでお店ふらっと見たんですけど、ケーキとかね、和菓子がいっぱいあってね。でカステラはまさかの完売で、今日の昼過ぎに入荷するかもみたいな感じで売ってなかったので、バームクーヘンとクッキーを買いました。集合場所到着で、ここで説明を受けてから出発だそうです。こちらの赤い船に乗って出発だそうです。お、やばい、酔いそう。うわー、すごい、めっちゃ速い。ジュラシックパークみたいな。ほらいた、ほらすごい、イルカ来た。
すごい、イルカウォッチングの船いっぱいいる。前にいるね。いるけどこれむずいね、撮るの。めっちゃ来た。あ、顔映った。おー、すごい。めっちゃ来た。あ、顔映った。おお、群れみたいな。すごい可愛い。おお、すごいすごい、同時に。ということで、イルカウォッチング良かったね。あんなにたくさんイルカの群れがいると思わなかったな。まあ、イルカが見れなかったとしても返金はできませんみたいな同意書はあるんですけど、あの感じであったかい時期だったらね、見れないってことはほぼないかなっていう。遭遇率はなんか一応 99% らしいんでね、まあ、ただ 100% ではないよっていう保険かけてるだけだと思うんで、まあ、ほぼほぼ 100% って思って乗ってもいいんじゃないですかね。からの南島原市を出て、次は島原市に向かいます。まあ、海沿いをずっと北上していく感じですかね。到着予想が、まあ、でも1時間ぐらいかかんだね。いや、南島原も流れ惜しいですが、カステラ多いな。南島原はカステラ結構有名なんですかね。なんかちょいちょいね、カステラのお店があるんですよね。そしてあれから何キロか進んで、この近くに、まあ、テイクアウトできるお店があるので、ちょっと腹減ったんで寄り道ちょいグルメタイムということで向かっております。でこの道沿いにお店があるらしいんですけど、これじゃない？バーガーカフェビッグママ。これスナックと併設してる？まさかカラオケもあんの？ということで今日のランチはまさかのバーガーをいただきます。ちょっとね、ラッキーピエロ的な雰囲気があります。一目見て即決しましたこちらのタルタルチキンバーガーをいただきます。ポテトと、タルタルバーガーと、セットなのでポテトと、ドリンクがついてきます。後ほどいただきます。とりあえずちょっと移動しますかね。島原はね、そうめんも名物らしいんですけど、外食でそうめん食べたことないわ。そういえばでもなんかうまそうだね。そうめんカフェ。へえ、そうめんカフェ小より。そうめんそういえば東京ないね。なんか意外と入れそうだけどね、そうめん。なんかパパッとさ、あっさりしたもん食いたい時とかあるし。味噌ごろなんかいる。誰これ。なんか何もない情報が。あ、今のが市役所なんだ。南島原市役所。あ、ここに回転寿司屋さんあるわ。若竹丸。混んでるね。めっちゃ混んでるわ。うまいのかな。この通りにいろいろありますね、お店が。焼肉もあるわ。目的地まではあと6キロでございます。なんかすごいなんか交通量増えてきたね。この辺になったら島原ふるさと館ってめっちゃスルーしちゃったわ。今のとこちょっと見てもよかったかもしれん。もう少し行くと土石流の保存地区というか保存公園だっけな、あるんですよ。当時のあれを残してるやつ。なんか街が見えてきた。坂登ってカーブからの街。すごいね。この奥があれ雲仙岳、雲仙普賢岳。もう島原市に入ってんのかな。いつの間にか島原市に入ってたかもしれません。まだかな。住所的にはまだ南島原だそうです。こっちの方が栄えてんだね。てっきりフェリーターミナル付近が市街地なのかなと思ったんですけど。あ、看板ありました。道の駅ひまわり 2.6 キロ。次のチェックポイントは道の駅ひまわりでございます。そこで、バーガー食べますかね。
ここの道の駅はなんか島原エリアで唯一の道の駅らしいですね。道の駅ひまわり。海鮮丼の上りもあるわ。海鮮丼車エビ到着ということで、ハンバーガータイム。タルタルチキンバーガー。タルタルチキンバーガーなんかね、期間限定メニューのところに書いてあって、もう即決で注文してしまいました。うまそう。ちゃんとしてる系のバーガーです。めっちゃうまそう。もうこの肉単体でもうまそうだね。いただきます。うまっ。いやー、ここまで運転頑張った甲斐があるわ。これうまい。これレギュラーメニューにした方がいいんじゃないこれ。これ結構今まで食べた各地のバーガーの中でだいぶ上位に来るわ。しかも意外と安いんですよ。なんか観光地のバーガーとかって高いところだとなんか2000円とかするんですけど、ここ単品だったら700円くらいだったんですよ。こうトマトの酸味とこのチキンがとにかくうまいのと、でソースもうまくて、でこのパンもうまいね。生地がねすごいしっかりしてるんですよね。このクオリティで1000円切ってれば単品で1000円切ってるんでだいぶ安い。でコンボセットにしてドリンクとポテトついて2人で2700円とかなんで、まあなかなかコスパ良きですね。相方が注文したのはアボカドクリームチーズバーガー。うまっ。これ南島原に来たら食べてみてほしい。これ道の駅ひまわり。いやハンバーガーうまかったな。でこれ住所あれでしたね。これギリギリね南島原市でした。あっちが道路渡って橋渡ったのかな。あっちが島原市か。住所的にはギリギリ南島原でございます。ちょっと道の駅ちょっと覗いてからあそこに行きましょう。ここが観光スポットになってるんで。レンタサイクル9時から5時まであるんだ。2時間300円って結構安くない？あとヤギもいる。君もお昼ご飯の時間か。うまそうに食ってるわ。名前まさかの。僕はカプリコです。いつもは海側の広場にいるよ。怪我するよ。怖すぎるやろ急に。南島原市へようこそ。そしてここは土石流被災家屋保存公園。雲仙普賢岳噴火で平成4年8月9日の土石流により埋没いたしました。当時の現状のままでの保存で永久保存し後世に伝えられます。この家屋の人たちは、5月15日に避難していたので人的被害はなかったそうです。いやーでも怖いよね。このもう屋根の高さまで。これがもう崩れ始めてから何秒ぐらいでこうなったんだろうね。現在地がでもこの距離でもさ、でもこうなっちゃったんだ。こっからこうすごくない？この距離までさブワーってきたんだ。ちょっと時間がないんでいけないんですけど、ここもいろいろある観光スポットというか施設なんですよね。ガマダスドーム。土石流発生のメカニズム、稼働っていうのかな。マグマが上昇して火山ガスが泡を作って、で上の溶岩ドームが崩れた時に火山ガスが溶岩を粉々にしながら一気に膨れて火砕流が発生する。そこにさらに雨が降って火山灰混じりの重い泥水ができると、大岩を浮かすように流し始め土石流。でここに保存されてるんだ。結構広範囲で保存されてますね。うわ、なんか生々しいね。この窓が割れてて。そこにたくさんのお金が投げ込まれてる。屋根しか見えないからすごいなんか不思議な感覚になるわ。すごいね。からのちょっと道の駅のレストランでなんか食べるほどはお腹減ってなかったので直売所にやってきました。ここにもねお刺身とかあるらしいんですよ。ということで買ってきました。ちょうどいい、素晴らしい、ちょうどいいサイズアジ400円。しかもなんか珍しいこのぶつ切りな感じね。ただパックのね醤油とかはないので醤油買いました。350円くらいの醤油。余った分はね残りは家で普通に使えばいいかなっていう。ということで早速食べよう。うまそうだぜ味。すごいトロトロの醤油。すごい醤油トロトロ。うまい。やっぱ刺身だね。このぶつ切りな感じもうまいね。ネギと刻んだ生姜がねちょいちょい散りばめられててね、それもうまいね。
さっきハンバーガー食べてね、思ったよりお腹いっぱいになっちゃったんですけど、このくらいの量だったらパッて食べれるし、ちょうどいい。やっぱいろんなものをちょっとずつ食べるってなったら、こういうところが一番最強ですね。そしてついに島原市に入りました。ここから島原市でございます。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。人生初、南島原も人生初でしたが、ここ島原市も初めてのエリアでございます。南島原もこの島原も結構ね、気になる場所他にもいくつかあるんですけど、1日今日で回るってなってくると2カ所ずつくらいかなということであれなんですが、あとすごいこの橋、どっか止めてこの歩道を歩いて渡って途中から記念撮影する人とかもいるのかね。めっちゃ景色良かった。今看板がありました。島原城武家屋敷。島原城はここから 4.5 キロ。後ほどね、島原城も観光する予定なのでお楽しみに。そしてあと1キロほど行くと、港があって、そこにね、なんか足湯とかがねあるらしくて、ちょっとそこ寄り道しようかなと思います。この辺にホテルいっぱいあるんだね。つくもベイホテル、ホテルシーサイド島原。もうめっちゃでかいお土産屋さんある。長崎カステラ、ザボン漬けで、これを右に入ります。島原港ターミナルで、フェリー乗り場行っちゃうとあれなんで、駐車場有料駐車場っぽいね。1時間は無料なので、よいしょい。あれでしたね、島原港フェリーターミナルの横の、浅間公園足湯あった。島原温泉足湯、こんなところに島原温泉足湯。おい、ぬるい。この時間はぬるいんだよ。島原温泉源。ただ今は、検査中につきご遠慮くださいと、今は飲めないらしいですね。足湯もちょっと手入れてみたんですけど、ぬるかったっすね。この時間10時、11時、13時、15時、17時、18時、19時、20時、夕方以降じゃないとあんまりあったかくないのかもしれない。いやー、今日は朝一でこのオバマに行ったんで、オバマのホテルから出発して最南端エリア行って、イルカウォッチング行って、で海沿いぐーっとこう251号を北上していって、現在地はここでございます。本当はこのね、山の方とかも気になったんですけど、山の方は昨日雲仙地獄とロープウェイと行ってますんで、まだの方はそちらの動画もぜひご覧ください。もう今日はこのままこう行って空港に戻るって感じですかね。すごいね、ここから見るこの山の迫力はすごいわ。そこ電車も走ってんのか。島原港駅。お、すごい、ちょうど電車来た。おー、ここも寿司。この辺、この通りなんかあれだね、海鮮系の店多いね。俺がもう海鮮系の店しか目に入んなくなっちゃってる可能性もあるけど。そしてまた道の雰囲気が変わりましたね。なんだろうこの木。そして到着しました、島原城。もうこのまま駐車場車で入れちゃうんで楽ちんですね。このまま車で行けるっていいね。駐車料金は500円。おー、後ろが見えてきました。あれだね、もう目の前に駐車場があるんだ。よいしょい。すごい開けてる。到着。結構混んでますね、やっぱり。到着。いかがだっけ。大人1人700円で券を購入して、入り口がこっちってことか。1階がキリシタン店。1階がキリシタン資料館で、2階が郷土資料館で、3階が民族資料館で、4階が物産コーナーで、5階が展望台。なんか今までにない展示の仕方というか、展示品がこうやってガラスの奥にあって、説明書きがこのなんか横向きなんだね。ここすごい混むからあれなのか、この順番でこう読みやすいようにこの向きで書いてあるんですかね。象牙製マリア像。フランシスコ・ザベルによって日本にもたらされたキリスト教は九州西部や東部に浸透していった。
1563年には島原半島にも伝わった。石像マリア観音。キリスト教を普及するために来日した宣教師が天草地方の石壁に彫り付けたものという。ワンフロアがめっちゃ広いね。で、2階が郷土資料館、郷土資料展。今回島原城をね取材させていただいたんですけど、全て紹介すると尺とんでもないことになるんでね、雰囲気だけパパッとご紹介していきます。お殿様が幼少の頃遊んでいたお人形さん。で、3階が民族展。4階は休憩室もあるの。観光と物産コーナー、休憩室。撮影スポットもあるんだ。これで着替えて無料体験。コスプレできる。結構想像以上に首にくるわ。築城400年記念。コンクールがあったんだね。全九州広告美術コンクール作品。5階に着きました。島原の美しい眺めと雲仙普賢岳。駐車場のあそこがなんかねフォトスポットらしくて、あそこからこっちを背景にして写すといい感じで写真が撮れるそうです。でも隣はもう学校とかなんだね。こっちは熊本方面。なんだろう、あそこのさ天橋立的ななんか場所がある。で、この入場券の裏がこうなってますので、ここに差し込んでいきます。なんか全然なんかミスったのかと思ったら、5箇所で押すと全部がこうこうなんの？急にこんなになる。そして下まで降りてきました。これはまたお城のあれとは別なのか。これは美術館的な感じなのかな。人類の危機。天草四郎。若き日の織田信長。ということで、いやー、島原城良かったね。やっぱ島原に来たら島原城をね観光しておきたかったんで、これで良かったです。ただ帰りの飛行機の時間がちょっと危ないので、本当はねもう 1,2 箇所島原見たかったんですけど、ちょっと危ないので空港に向かいます。もう一回行きたいですね。南島原も島原も、何箇所かね気になったけど飛ばしちゃった場所があったので、もう一回2日ぐらいかけて行きたいですね。天草とセットで3泊4日とかでもいいかもしれんね。具雑煮だって。具雑煮本店なんて読むんだろう。こっから53キロ、若干時間危ないかもしれん。渋滞したらちょっと危ないかもしれん。今度こっち方面来るときはもう空港から直でこっち来ちゃって、島原で宿泊するのもありっすね。で船で熊本行って帰ってくるとかね、天草行って帰ってくるとか。でもこっから2時間もかかるんかね。そして無事に戻ってきました。ここからカーシェア返却して送迎バスで長崎空港に戻ります。ちょうど送迎バスあるわ。待ってくれ、まだ行かないでくれ。無事に送迎バス間に合いました。そして旅の最後は長崎空港にあるこちらのお店で長崎グルメをいただきます。うまそう。
想像の倍ぐらいの量だった。一昨日もね、中華街で皿うどん食べたんですけど、その時は太麺だったんで、こっちでは細麺のね、パリパリの皿うどんをいただきます。あと美味しそうだったんでね、油淋鶏もいただきます。やっぱパリパリの方がうまいね。タリーズのホットカフェラテと五三焼きカステラと長崎のカステラ。ということで、今回の2泊3日の旅では、長崎県長崎市と雲仙市、南島原市と島原市を観光しました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。